こんにちは。国際日本文化研究センターの平松誠と申します。私の専門は社会学、特に都市社会学で地域間格差に関する計量データを使った研究を行っています。私が専門としている社会学は社会科学の一つです。社会学は現代社会について研究する学問で、社会学のテーマはジェンダー、格差、不平等、宗教、また地域や家族など多岐にわたります。学問は基本的には人文学、社会科学、自然科学の3つに分けられるんですけれども、社会科学の立場から日本の文化などについて研究できればと思っています。一文献の先生方は人文学、歴史学や文学などの立場から過去の文献資料などを当たって研究されることが多いと思います。現代社会について研究する社会学においても、社会の成り立ちや伝統文化、慣習などを考慮する必要があります。当然のことですけども、現代は過去からの流れを受けて成立しているからです。例えばアメリカ社会は移民の流入によって成立してきたという過去もあり、またキリスト教の伝統の中で成立してきたという、そういう社会です。日本社会は神道や仏教、あるいは天皇制といったものの影響を受けて成立してきた社会になります。社会学といってもたくさんの種類があるんですけれども、私の専門は社会学の中でも都市社会学に該当します。都市社会学者たちは都市における集団、個人などに注目して研究を進めています。私はとりわけ統計学の手法を使った量的なデータ分析を専門としています。現在は地域と個人が関連し合って個人間の格差が生まれていくプロセスといったものに関心を持っています。具体的に概念図を使って研究について簡単に説明したいと思います。当たり前のことですけれども、人間は親から生まれて親に育てられて成長していきます。その中で両親は子どもの子育てのことを考えて、子育てをする地域などを選んだりします。でその地域っていうのは地域によって種類が違って、例えば教育水準が違ったり、文化施設、文化のレベルが違ったりします。例えば図書館があるのか、美術館があるのか、博物館が利用できるか、あるいは塾があるかなどの特徴がそれぞれの地域によって異なります。また公園があるかなどの、そういったものも異なります。そういった両親と、あとは地域の影響を受けて子どもは成長していきます。そして当然大人になっていくんですけれども、子どもも大学進学や就職活動、あるいは結婚子育てといったタイミングで地域を引っ越していく、子どもの時から住んでいた地域を引っ越していくということをします。また人によっては生まれた地域とずっと同じところに住み続ける人もいると思います。そういった地域の影響を受けて、当然大人も考え方や行動っていうのが変わっていくわけです。そして大人になった時に、学歴だったり職業、賃金の違いっていったものが生まれてきます。そういった成人になって観察されるさまざまな格差不平等と言われるものは、実は子どもの時からのその人生の流れの中で形成されてきています。また個人の親やからの影響といったものだけじゃなくて、自分の住む地域やあるいは自分が選んだ地域によって影響を受けていくと、こういった一連の、親から受けた影響、そして地域から受けた影響、そういった一連のプロセス全体を観察することを私は研究の目的としています。こちらはある富山県の地域の写真を撮ったものです。なんで富山県かというと、単純に私が富山県出身だからというだけなんですけども、こうやって田園地帯が広がって、商業施設だったり企業っていったものがあまりない地域出身の人も日本にはたくさんいると思いますし、日本のさまざまな地域にこういった場所はあると思います。こういったところで育った子どもたちも成人になると、これは大阪の梅田ですけども、都会に出て行って大学に通ったり働いたりするってことがあります。こういった梅田のような地域だと、商業施設だったり、あとは会社がいっぱいあると、そして人もたくさんいるっていう地域になります。こういった人間の成長発達の中で個人が地域から影響を受ける、そして個人が地域を選択してさらにその地域から影響を受ける、そういった一連の過程について研究していきたいと思っています。